この様子だと雨が止んでもしばらく川は渡れないな。まず早くて6日、ひょっとすると10日。旦那旅の方らしいが、宿は振り込められた客ですし詰めでしょうね。儲かるのは宿屋だけだ。俺たち私に急ぐはからけつ。博打を打つ金もねえや。お役だって雨がいくら続こうと俺たちは立場にいるから食う心配はいらねえが、旅の貧乏人は路銀使い果たして食うや食わずだ。裸で飛び回るんじゃねえ。何言ってんだい。私ら一丁羅だよ。着てるもの洗濯したら裸でいるよか仕方ないじゃないか。人間裸が一番いいんだ。生まれた時は裸だからね。いつまでたっても解決しない。一体お天道様どこへ行っちまったんだろう。この雨いつになったら止むのかね。いずれ止みますよ。これまでの雨はみんな止みましたからね。ちげえねこいつはいいや。あのお侍はいいね。腰が低くてさ、いつもニコニコして侍らしいところが一つもないのが答えられねえや。お帰りなさいませ。川を見てきた。当分川は渡れないよ。すまんな、苦労ばかりかけて。お茶でも入れましょう。泥棒がいるんだよ、ここには泥棒が。人の炊きかけの飯を盗みやがった。ちょっと裏で洗い物してる間にさ、私はね、鍋に印をつけといたんだよ。またあの女だ。あなたやい、私の飯を盗んだのは誰だい。泥棒は誰だい。お前か。あんまりだな、あれは。お前か。もし本当にそうだとしてもあれではひどい。ええ、それはそうですけれど、黙ってたくね。私にはわかるんだよ。皆さんあの方にもう少し親切にしてあげれば。あの方はのけ者にされて寂しくて悲しくて口惜しいからついあのように。なんとか言いなよ、そこの説教節のじじい。しらばっくれたってダメだよ。私の好みはね、節穴じゃないんだよ。お前が盗んだから初めから分かってんだよ。おやめなさい。やめてください。ここにはそんな悪い人はいませんよ。それはあなたも。ほっといてくださいよ。ここはお武家の出る幕じゃありませんよ。私はね、卑しい家業こそしてますがね、人に物を取られて黙ってるほど弱い人間じゃ。そうですとも、無論そうですよ。ですがここは私が償いますから、一つどうか。私は何もそんな。私は物が欲しくて言ってるんじゃないんですから。これをまた借りるぞ。
皆さんすみませんが手を貸してください。さあみんな荷物を下ろしてここに並べてくれ。旦那これは一体どうなさったね。長雨の縁起直しをやろうと思いましてね。すみませんが皆さん手料理ということで一つ。さあ何にもありませんが楽しくやりましょう。どうぞ。うちのにお看板させちゃダメですよ。缶のつく前に飲んじまうからね。どうだい。こうずらりと魚が並んでこうおっとりと杯を持った形なんてもな豪勢なもんだね。公王様にでもなった気分だ。あんまりひどんなさんな。どんまい落っこちまうぞ。まるで夢みてえだ。こんなことが年に一遍あるならどんな苦労だって我慢していけるんだ。雪のだるまを砕いてみたら何にも言わずに溶けちゃった。なんでこの暑いのに雪だるま間が抜けてるぜ。暑いからこそ雪だるまを担ぎ出したんだ。少しは涼しくなると思ったよ。それが悪けりゃこんなのはどうだい。向こうへ来るのは今夜のおろく。そのおろくってまあすげえべっぴんで男殺しの甘連れで評判のやつだってな。畜生と言われるほど美しさ。甘連れでもいいや。そのろくと寝てみて。そういうお前はろくでなし。本当はいいや。ガキども変におとなしいな。みんな食うのに忙しいのさ。ちげえね。おう帰ってきたなよ鷹の浜。こっち来な。飯を消してやるからここへ来やがれ。人のことをつっとだなんて抜かしやがって。てめえは何様だい。よくこの年寄りのことをそう来やがれ。俺はこの通り気圧に取っといたんだ。ざまねやがれ。持ってけつかられ。まあ待ってください。そう言わずに、とにかく人には間違いというものがありますからね。それに人間はみんな悲しいんですから一つもう勘弁して仲直りをして。あなたもどうぞ。何にもありませんがさあ皆さんと一口一緒にやってください。さあどうぞ。いや人はみんなほんのおそ松。急にはまたけに泥棒に入れ。
げる。はい。北がさっさどっこいさっさどっこいな。ほら秋田のアワビと津軽のナマコアワビで相撲とああそれそれ。アワビが手につくカッカッと締めたばナマコが手のひでだ。持ち上げるこうやるぬくふく下駄む切るやらほら逃げるやらほら急がすもんだどくたもんだ。はい北がさっさどっこいさっさどっこいな。ほら色は匂いどつれるるわ我がよだりそうむつねならむ奥山草小入りで朝の夢がくべたれだ。だがさっさどっこいさっさどっこいな。すみません。勘弁してください。掛け試合をなさいましたね。正直に言います。掛け試合をしました。どうにもやりきれなくて、あんなことを聞くと全くみんな困っているし、どんな気持ちかと思うと実に掛け試合はもう決してなさらない約束でしたね。実はこの刀を質に入れてと思ったのですが、あいにく質屋は店を閉めていたし、この通りです。勘弁してください。もう決してしませんから。そしてどうかこれをほんの一足でいいですから勘弁する証拠に。雨は止んだが川を渡れるのはまだまだだ。でもさ、とにかく雨が上がってやれやれだね。旦那、ゆんべはどうも。おかげさまで雨が止みましたよ。ほんと旦那にはこうしなくちゃね。旦那、朝っぱらからどちらへ？少し歩き回ってくる。長雨で体がなまって気持ちが悪い。
何をしてるんだまったくこの俺は。俺は構わない。でもな太陽はこらしっかりしろ三沢伊兵衛。金森はやめろ。おいこれほど言ってもダメか。ではこれが最後だ。どうしてもやるのか。やる。よしどけ。
やめなさい。やめてください。いけません。刀は人を切るものではない。バカな自分を、いや自分のバカな心を切り捨てるために使うものです。なんだ貴様。いや私はただ。下がれ。これはやむにやまれる男の勝負だ。しかし黙れゲロ。すみません、ついいやおやめなさい。それまで。私事の争いはハットじゃ。バカ者。遅いぞ。馬が違いますよ。馬が殿の馬に比べれば我らの馬はダマも同然。さくら貴様ら、あのバカどもを低くって連れてこい。どなたか存ぜぬが、よくぞ愚かな果たし合いをお止めくださった。当藩の上司泉守重明、厚く御礼を申し上げる。一部始終はあれにて僕と拝見いたした。誠に失礼なことをいたしまして。いやいや、逆田ぶりの野掛けに思わぬ拾い物と申しては失礼だが、そこもとの腕前見事でござった。恐れ入ります。当地にご滞在かな。松葉屋と申す宿に、手前三沢伊兵衛と申す浪人者でございます。この長雨川止めに遭いまして、ほう、それはまた退屈なことでござろうな。どうじゃ、退屈しのぎに城へ遊びに参られるか。とんでもない。ではこれにて。それがし当藩上州泉守の近習頭榊原権之丞と申す者。同じく近習野田又四郎。実は殿の仰せによりお出迎えに参った。ご同道くだされば重々じゃが。恐れ入ります。少しお待ちを。身支度を。どうぞごゆるりと。これみんなに食わしてくれ。濃いコク、ぶつ切りにして味噌汁にするととてもうまい。おい、困ったな。ここの殿様の使者が見えて。存じております。しかしどうする。こんな身なりではとても。お着替え遊ばせ。お前どうしてこんなもの。
よくぞ見えられた。急に出迎えの者など差し向けて迷惑ではなかったかな。いいえ、とんでもありません。まあ楽にしてくれ。ところで先日はうちのバカ者どものために大変お骨折りをかけた。改めて礼を申す。恐れ入ります。さてと、前置きなしに要件を申そう。実は我が藩の剣術の指南番が半年ほど前にぽっくりいって、今その後釜を探しておる。いろいろな人物に会ってみたが、いずれも帯に短し、たすき流しでな。こんな部屋では堅苦しくて話がしにくい。廊下に出て庭でも見ながら話そう。実はな、先日のお主の働きを見て、その指南番にどうかと考えた。ついてはお主の身の上を聞きたい。強いてとは言わぬが、よかったら話してくれぬか。私若年の頃、欧州の去る小さな藩の勘定方に勤めておりました。しかしどうも一日中机に向かってその書き物をしているのが退屈至極で、やむなく脱藩して逃げ出したのか。はい。そして江戸へ出ようと思ったのですが、何分夜逃げ同然の身の上、路銀の用意もなく。それでどうした？友達の一人がいい策を教えてくれました。江戸へ登る街道はいろいろな城下町を通る。またそこにはきっと町道場があるから、そこで勝負をしろ。賭け勝負をするのか？いいえ、私その頃そんな腕はありません。ではどうするのだ？悠然と構えて、門人とではなく道場主に一手お教えようと頑張るのです。そして道場主と立ち会い、道場主が打ち込んでくる前に謝るんです。謝る？はい。木刀を投げ出して平服して参ったというのです。それでどうして路銀が稼げるのだ？そのようにすると道場主はいい気分になるらしく、親切にもてなしてくれます。奥へ招き入れて膳を出し一本つけてくれたり、旅の選別にと言って若干の金子を紙に包んでくれたり。なるほど、明暗だなこれは。私そのようにして無事に江戸までたどり着きました。それからどうした？はい。私やれやれと思って江戸の町を歩いておりましたところ、大きな道場の前へ出ました。私少し考えましたが、これが最後だと思ってその道場を訪ねました。辻月丹、無害流の道場です。辻月丹といえば天下に聞こえた剣客だ。そこを訪ねて勝負を挑んだのか？はい。しかし辻月丹ともあろうものが、まさか。そうです。そのまさかと思うことが起こったのです。辻先生は気軽に立ち会ってくださったのですが、私例によっていつ木刀を投げ出して謝ろうかと考えておりますと、
入った。わからんな。どうしたわけじゃ。私も驚きました。わけがわからぬままに正直に私の魂胆を白状いたしました。すると辻先生は、これで分かった。私はこれまで数えきれぬほど多くの人と立ち会いをしてきたが、お主のような人は初めてだ。一見隙だらけのように見えるが、平然と構えていて勝とうとする欲がさらに見えん。捉えどころが全くない。私はどうしていいかわからなくなった。それで木刀を投げた。いや、本当に参ったよ今日は。面白い。いい話を聞いた。その後お主どうした。はい、辻先生の内弟子になりました。先生に可愛がられまして、その師範代まで進み、先生の推挙である藩に召し抱えられましたが、それからがいけません。どうもうまくいかないのです。なんだか評判が悪くなって、その藩を辞し、その後2つの藩を転々としまして、今は浪々の身です。妻は、あなたは宮遣いは無理だと申して諦めておりますが。ところでお主の差し料を拝見したいがよいかな。どうぞ。ボン、この方の差し料は。遠侍の刀箱に。あの男権之丞という名じゃが、権助の方が似合う。そうだ、後ほど庭を案内しよう。このところ長めで庭を歩くのも久方ぶりだ。では拝見いたす。北へは痛め肌、地にへ細かに。地形が見事に入っている。波紋はすぐ春風に吹かれるような爽やかさ。匂いも深い。無名でございますが。しかし見事じゃ。どこであがなわれた。辻先生にいただきました。刀は武士の魂というが、いや実に見事じゃ。しかし老老の身はつらかろうの。辛いことも苦しいこともございますが、
面白いことも楽しいこともございます。さまざまな人と付き合いますし、さまざまな出来事にも出会えます。それに比べて殿様商売はつまらん。住職たちはみんな四角四面の石頭ばっかりだし、その話ときたら面白くもおかしくもない。ただあくびが出るだけだ。殿は悪口を言うのがお好きなんです。また人にあだ名をつけるのがお上手で。うるさいぞ。そうだ、貴様にもあだ名をつけたぞ。知っております。裏なりひょうたん、生白い顔をし、殿の後ろにいつもぶら下がってるだけ。腹が空いたな。今何時だ。さあ、小姓も女どもも邪魔くさいから追い払った。おのおの手酌でやってくれ。引き合わせよう。これが家老の石山喜兵衛、石頭だ。あれが次席家老の明石部隊、かかしだ。三沢伊兵衛と申します。よろしく。この二人はな、我が藩の骨董品、古道具だ。値打ちがあるかどうかしかとは分からんが、古臭いことだけは確かだ。さあみんな箸を取って楽にやってくれ。この膳や器は立派だが、中身はさほどのことはないぞ。特にわしの食うものは体に悪いとか申して、魚の脂は抜くし毒味役に回して持ってくるから、いつも汁は冷たくて見事にまずい。この間奥の飼っている猫に魚をやってみたら、猫のやつちょっとそれを嗅ぐとふんというか、そして部屋から出て行ってしまった。ところで藩の指南番を決めたぞ。この御仁だ。いや、今日は楽しかった。いろいろと面白い話を聞いて久方ぶりで気が晴れた。殿、藩の指南番は大役、ことは慎重に。念には念を入れませぬと。わしの目を疑うのか。おいこん、わしはこの御仁に惚れた。貴様はどうだ。殿の目に狂いはございませぬ。拙者三沢殿のご妻女にも目にかかりましたが、三沢殿同様まことに良いお人柄、感服つかまつりました。しかし指南番たるべきもの、一応家中の面々を納得させるため、その腕前を披露するのが慣例。また慣例か。それには及ばぬと思うが。火を置いて御前試合を行うということで、それでよろしいかな。かしこまりました。石頭、とにかく腹の虫が収まらん。俺たち道場主が3人とも賭け勝負で金を取られた。ざまはない。先生、あれは詐欺の手口ですよ。変に腰が低くて弱そうに見せて、先生も油断しなきゃあんなやつ。しかしそんな男が城に招かれるとは解せぬな。何、あんなやつだ。うまく売り込んだに違いありません。ペコペコして。ともかくまずこの藩の指南番は俺たちの中から。それでなくてはこの城下町の者たちにも形見が狭い。大丈夫ですよ。この殿様なかなかこるさいらしいから。トンビに油揚げをさらわれてたまるか。あいつ豪勢な籠で帰っていきました。引き出物を持った中間を連れて。
どうもありがとう。何か食べるものが入っていたら後で持ってきますからね。お帰りなさいませ。喜んでください。私ここの藩の剣術指南番に決まりました。と言ってもいいと思うんだが、いや数日後御前試合をしてそれで正式に決まるんですが、何殿様はその必要はないとおっしゃっているし、決まったも同然です。この刀その殿様に大変褒められましてね。いやあの方は実によくわかる。何でも待っていてくれたんですか。すみません、実は私趣向のもてなしを受けて、これ引き出物です。実はちょっとあなたのことが話に出ましてね。しかしそれにしてもあの殿様には驚きましたね。実にそのものの分かる面白い方でね。前にも言ったろ、あのお侍いいところがあるってさ。ただものじゃないよ。私みたいなもんにも親切で気を使ってくれるしさ。吐きだめにするさ。こんなとこにはもったいねえお人さね。本当に。皆さんこれをどうぞ。ここの殿様からいただいたものですよ。それが全く本当にいい殿様でしてね。何を待っているのだ。は、実は本日の試合に出るはずの町道場の士官3名がいまだ参りませぬ。それゆえ試合をするのはその3名だけか。いえ、当藩の者2名用意してございます。アホ、その者どもから始めればよいではないか。始めろ。鍋山太兵、お手柔らかに。三沢伊兵衛です。よろしく。
参った。すいません。大丈夫ですか？手は痛くありませんか？別に。次！犬山半太夫、よろしく。参った。次！未だ町道場の思案が到着いたしておりませぬ。大方そいつら逃げを打ったのじゃろ。待っていても仕方がない。おいゴン、貴様出て立ち会ってみろ。平に三沢殿の腕前、我らの手には負えませぬ。では他に誰かおらぬか。我ども者は名乗りなよ。弱虫ばかりで困ったものじゃ。よし、わしが出よう。殿、しばらくお待ちを。静まれ。お主、稽古の槍では面白くあるまい。どうじゃ、本身の槍で参るぞ。はっ。誰か槍を持て。はっ。慌てるな。本身の槍ならこの広間の投げ地にかかっておる。よし。参るぞ。どうぞ。遠慮は無用じゃ。はい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 あっ。
とんだ訴訟をつい本気になって、なんともこれは。大丈夫ですか？どこかお怪我は？うるさい！黙れ！ご案じ召さるな。どんなに怒っても殿はすぐケロッとなる。もののわかるお方じゃ。仮にも剣術指南場に招こうとする貴殿と勝負しようなどと考えるのが軽はずみ。いい薬です、あれは。しかしまったくこの私は。ではこれで。カゴで送らせましょう。とんでもない。あなたには本当にお世話になりました。おい、上下がよく似合うな。どこの馬の骨かわからんやつがほんの指南番か。バカバカしくて見てはおれん。どなたです皆さん？忘れたのか、あの賭け勝負。あの日はまんまと貴様の手に乗ったが、今日はその手は食わぬ。抜け抜け、小次郎人。まあ待ってください。賭け勝負の金は使ってしまったから返せませんが、この藩の指南番の話は今日で終わりかもしれません。きれいさっぱり諦めようかとも。まあ一つ。気をつけてください。私は今日という今日、自分自身に腹が立ってムカムカして無茶な気持ちになっている。何をするか分かりませんよ。こしゃくなった。やめましょう。もうたくさんです。いかが遊ばしました？何でもない。また癇癪を起こしたのですか？実は今日庭で試合をして池に叩き込まれた。まあ。それはそれで構わぬが、
わしを池に叩き込んだ相手があまり丁重に詫びるので、わしは思わず怒鳴りつけてしまった。大人げない話だが、勝った者の優しい言葉は負けた者の心を傷つける。なんだかからかわれてるような気がして腹が立つ。面白そうなお方ですこと。優しさというものは時によって人の心を傷つけるのでしょうね。そうかもしれん。誰だって気の毒に思われるのは嫌だ。自尊心を傷つけられるからな。お強い方も大変ですこと。本当に強い方はどんなに善良に生まれついても誰かしらの恨みを買ってしまうでしょうし。待てよ。あの男、確かどこに仕官してもうまくいかないと言っていたが。なるほど、そうか。そうかもしれん。おかえりなさい。あ、旦那、おかえりなさい。お帰りなさいませ。お食事にします？今日は一つ飲ませてください。かしこまりました。今日はみんな出立して静かになってしまいました。皆さん優しいいい方ばかり。自分の暮らしさえ満足でないのに、悲しいほど思いやりの深い温かな人たちでしたわ。貧しい者はお互いが頼りですからね。自分の欲を張っては生きにくいのでしょう。説教節のおじいさん、あんな嬉しかったことは生まれて初めてだった。世の中はいいものだということをこの年になって知りましたって。そして若くはなれないけれど、どんなに嫌な思いをしても生きていることは素晴らしいことですねっておっしゃるの。私胸が詰まってしまいました。よしましょう。私にはそういう頼の方がもっと。しかしこれももうおしまいです。と言ってもいいと思うんだが、実は今日の御前試合には全て勝ちましてね。ただちょっと度が過ぎた点はあるのですが、ほぼ内定したと。
この前にも一度。いや、今度の殿は他の人物とは桁違いですから。無論絶対だと思いはしませんが、とにかく今度こそは殿を信頼して。それはそうでございますとも。おかわりをつけましょうか。お食事になさいますか。そうだね。そう、食事にしましょう。すぐご用意いたします。いいお日和ですこと。少し雲があるくらいの日でもあの峠はよく雨が降るそうですから、川を越すなら今日のような日がいいと言いますが。お出かけになるのですか。いや、出かけはしない。ちょっとおはようございます。今日は円満大吉でござい。お二方のお幸せをお祈り申しております。天気は申し分なしですがね。ともかく先方でも何とか言ってくるだろうし、黙って立つというわけにもいかないと思うんだが。そうでございますね。でも私、支度だけはしておきます。それはそうですとも。どっちにしてもここは出ていくんだから。来たようですね。貴殿はまことに稀なる武芸者。その類のないお腕前といい、高邁なるお志といい、ぜひとも藩の指南番にと殿もご熱心のように拝されまして。いや、そんな、それは過分なお言葉です。私はそんな。さような次第で殿に対しいささかの不作法はあったものの、当藩としてはすでにお召し抱えを決定しかかったのであるが、そこに思わぬ故障が起こったのでござる。故障と申しても当方のことではなく、責任はそこもとから出たのじゃが、それは貴殿が掛け試合をなされた。城下町の猿道場において金子をかけて試合をし、勝ってその金子を取って行かれた。もちろんご記憶はござりましょ確かに覚えております。
覚えておりますが、それは実にまことに気の毒な者がおりまして、この宿にいた客なのですが。理由のいかんにかかわらず武士として掛け試合をするなどということは不届き千万、不面目の第一であるし、それを訴え出た者がある以上、当藩としては慣例上手を引かざるを得ません。残念ながらこの話はなかったものとお思いくださるように。殿が申しますには、些少ながらこれを旅費の足しにでもお受け取りくださるようとのことでございました。いや、とんでもない。こんなご心配はどうか。いろいろいただいていることでもあり、どうかこんな。いいえ、ありがたく頂戴いたします。主人が掛け試合をいたしましたのは悪うございました。私もかねがね、それだけはやめてくださるようにと願っていたのでございます。けれどもその願いは間違いでした。私には初めて分かりました。主人も掛け試合が不面目だということぐらい知っていたと思います。知っていながらやむにやまれない、そうせずにはいられない場合があるのです。私ようやく分かりました。大切なことは主人が何をしたかではなく、何のためにしたかということではございませんか。あなたたちのようなデクノボーにはお分かりいただけないでしょうが。おやめなさい、タヨン。失礼ですから。はい、やめます。そしてあなたにだけ申し上げます。これからはあなたのお望みなさる時、いつでも掛け試合をなさってください。そして周りの者みんな、貧しく頼りのない気の毒な方たちを喜ばせてあげてくださいまし。ご新造さん、これ持ってってくださいな。わらじに食われた時つけるといいんですよ。タバコの灰なんですけどね、こう唾で練ってつけるとよく効きますよ。つまんないもんだけど。いいえ、嬉しいわ。ありがとう。こんな立派な先生を袖にするなんて。ここの殿さんも鯉のぼりの鯉かね。どういうことや。見かけは立派だが中身が空っぽってな。そう言うな。ここの殿様はとてもいい殿様だよ。実はここなら私でも務まると思ったんだがね。そこで妻女は
何をしたかではなく何のためにしたか、それが大切なことだと申したのだな。はい、確かに。そしてあなたたちのようなデクノボーには分かるまいと。その方、西条の言葉何と聞いた？はあ？機転の利かぬこの石頭、直ちにあの男を連れ戻せばよし。さもないとその石頭をねじ切って池の鯉の餌にしてくれる。しかし殿も掛け試合をした以上やむを得ぬと。お前たちのようなデクノボーには任せられん。ああ、奪い切れ。はっ。これだけ立派な腕を持ちながら花を咲かせることができない。なんという妙な巡り合わせでしょう。でも私このままでようございます。人を押しのけず、人の席を奪わず、機会さえあれば貧しいけれど真実な方たちに喜びや望みをお与えなさる。このままのあなたも立派ですもの。一汗かいてきます。
行きましょう。未練はきっと捨てました。元気を出してください。私は元気ですよ。と言ってもいいと思います。素晴らしい。なんて美しい眺めだろう。本当に綺麗なこと。体中が勇み立ちますね。